はレモネードです。築30年の賃貸トイレ、昭和なピンクの便器がちょっとなぁと思っていたので DIY でなんとかおしゃれにしていきたいと思います。まずはこの床から描いていきます。模造紙を敷いて床の型を取っていきます。これはチラシでも新聞紙でもお家にある大きめの紙なら何でも大丈夫です。床の上にクッションフロアを敷いていくのですが、この型紙さえ正確に取ってしまえば、あとは型通りに切って敷くだけでいいので、ここだけは細かく丁寧に作業をしていきます。私はA 型だったのってびっくりされるような大雑把な性格なので、ちょっと辛い作業でしたが、トイレはそんなに面積が広くないので、なんとかやりきることができました。それではいよいよ剥がしていきます。おっと、奥に切り込みを入れたはずなのですが、どうしちゃったかな。気を取り直してもう一回。よいしょっと。破れないで綺麗に剥がれてください。いける？やったー。ここまで来たらこっちのもんだ。よし、剥がれました。こんな感じで床の型紙が完成しました。こちら楽天で購入したクッションフロアなのですが、まず裏返していきます。トイレにちょうどいい大きさの1畳サイズのクッションフロアが3000いくらかで売っていたので、こちら概要欄にリンク貼っておきます。その上に先ほどの型紙を裏返して乗せます。そしてここからは鉛筆で型に沿って線を引いていきます。ちょっと図工の時間みたいで楽しいです。線が全部引けたら、あとはカッターやハサミでカットしていきます。こんな感じでトイレの床ぴったりサイズでカットできました。最後に便器の奥の見えない部分に切り込みを入れておきます。あとは本当に簡単で、ただ床に敷いていくだけです。正確にぴったりサイズでカットしたので、特にテープなどで貼らなくてもずれることはありません。現状回復もめっちゃ楽にできます。もともと白だった床をグレーのヘリンボーン柄にしただけでもだいぶ印象が変わりました。次はこちらの壁にアクセントクロスを貼っていきます。床の色に合わせてグレーの柄物にしてみました。壁紙を貼る前にまずは準備から。トイレットペーパーホルダーを外しておきます。実はとってもいい感じのゴールドのトイレットペーパーホルダーを手に入れたので、壁紙を貼った後につけるのが楽しみです。次にコンセントカバーも外しておきます。カバーの下のパーツはドライバーでネジを回して外す感じになっていました。これで壁紙を貼る準備は完了です。ヘラとカッターを準備していよいよ壁紙を貼っていきます。こちらは賃貸 OK の貼って剥がせる壁紙でシール式になっています。まずは貼り始めの20センチくらい裏を剥がして壁に貼り付けておきます。柄のある壁紙なので、この貼り始めが斜めになってしまうと後が大変なので、まっすぐなるようにここはゆっくり慎重に作業。まっすぐ仮張りできたらヘラで空気を抜きながらしっかり貼っていきます。ここから先は少し剥がしてヘラで空気を抜きながら貼る、さらに少し剥がしてヘラで空気を抜きながら貼るというのをひたすら下まで繰り返していきます。トイレットペーパーホルダーのところに来ました。上から壁紙を貼るのですが、後ほど取り付ける新しいペーパーホルダーでも同じ穴を利用するので、穴の位置に鉛筆で印をつけておきます。一番下まで貼り終わったらカッターとヘラで切っていきます。今回の壁紙は柄合わせがあったのでちょっと難易度は高めでした。柄のない壁紙だともっと簡単に早く作業が進むと思います。外していたコンセントカバーを戻していきます。手間はかかりましたが、周りが綺麗に仕上がったので良かったです。次にこのゴールドの真鍮製のトイレットペーパーホルダーを取り付ける作業に入っていきます。こちらも楽天で買いました。このトイレットペーパーホルダーにした大きな理由は、ネジの位置が調節できるので、元々の穴を利用して取り付けができるからです。賃貸の場合はこのタイプがとてもおすすめです。トイレットペーパーを入れてみます。わあ、これだけですでに可愛くてテンション上がります。クッションフロアとアクセントクロス、そしてトイレットペーパーホルダーでこんなに印象が変わりました。アクセントクロスの次はメインの壁紙を貼っていきます。こちらも楽天で購入した賃貸 OK の貼って剥がせる壁紙なのですが、横幅61センチのもので、裏にはメモリがついていてカットが楽にできます。この貼って剥がせる壁紙はトイレ以外にも子供部屋や寝室でも使っているのですが、横幅61センチというのが絶妙なサイズで、継ぎ目が多くなりすぎず、かつ幅広すぎないのでシワにもなりづらく、とっても貼りやすかったのでリピ3回目です。色の種類もとても多く、グレーだけでも5、6種類あり、今回はその中からパールグレーを選びました。初心者にとってとても使いやすい貼って剥がせる壁紙だったので、概要欄にリンクを貼っておきます。
ちなみに壁紙をしわなく貼っていくコツは、ちょっとずつ剥がしてゆっくり丁寧に貼り付けていく。これに限るなぁとしみじみ感じました。せっかちなのでついバーッとシールを剥がして一気に貼りたくなってしまうのですが、そうするとやはりシワができてしまって結局貼り直しになることが何度かありました。いやもう急がば回れってこういうことかって感じです。少しずつ貼っていきさえすれば初心者でもシワなく、かなり完成度高く綺麗に仕上げることができました。次はこのダウンライトをおしゃれなペンダントライトに変えていきます。我が家のトイレは電球を横付けするタイプのダウンライトでした。このペンダントライトは引っ掛けシーリングタイプだったので、まずは横向きを下向きに変換するパーツをつけていきます。こちらは Amazon で購入しました。こんな便利なアイテムがあるなんて見つけた時はかなりびっくりしました。これで下向きに電気がつけられるように。次に用意するのがパナソニックのセパラボディというパーツ。そしてもう一つが引っ掛けシーリングアダプター。この2つをあらかじめ組み合わせておきます。ちょっと力がいります。一度カチッとはまったら取れづらい構造になっていました。この組み合わせたパーツを先ほどのソケットに入れていきます。これでペンダントライトを取り付ける下準備が完了しました。それではいよいよペンダントライトを取り付ける作業に入っていきます。まずは引っ掛けシーリングをはめていきます。カチッとはまりました。次にペンダントライトに最初からついていたカバーをつけていきます。このペンダントライト、カバーの部分が真鍮製でくすみゴールドがすごく可愛くて一目惚れでした。これでごちゃごちゃしていた部分が全部きれいに隠れました。とりあえずこんな感じでペンダントライトがつきました。実はここで終わりではなく、ここから天井用のフックを使ってフックの方にライトの重さがかかるようにしていきます。これ実は重要な作業で、先ほど組み合わせたセパラボディと引っ掛けシーリングアダプター、がっちり組み合わさってはいましたが、下から上に向かってコンセントを入れたような状態なので、ここに重さがかかってくると安全とは言えません。ライトの重さは天井のフックにかかるようにしていくことが必須です。ではスイッチオン。おお、なかなかです。こんな感じで可愛いペンダントライトが取り付けられました。最後は小物類で仕上げていきます。ずっと前から気になっていた賃貸民に大人気のあれを手に入れました。そう、無印の壁に取り付けられる家具の棚です。こちら3色展開なのですが、ウォールナットを選びました。画鋲よりも細めのピンを差し込んで取り付けるので、賃貸 DIY 界隈では大人気の商品です。付属のシートに従ってパーツを刺して、そのパーツに棚をはめ込むだけで OK なので、設置するのもとっても簡単でした。長めの棚にしたので高級感が出た感じがします。次はこちらのタオルバーをつけていきます。先ほどの無印の棚に似た色のものを Amazon で見つけました。裏に魔法のテープを貼って壁にペタッとくっつけていきます。ウォルナットとゴールドの組み合わせがとっても可愛いタオルバー、手を洗うたびにテンション上がります。最後に棚の上にお気に入りのルームフレグランスと小さなグリーンを飾ってみました。いい香りと元気なグリーンに癒される小さいけど最高の空間になりました。築30年の昭和なピンクの便器がちょっと残念だったトイレが DIY でここまでおしゃれになりました。便器がピンクでも周りをグレーで抑えることでちょっとモダンな今風トイレになったと思います。使ったものは概要欄に書いてます。ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。